どうも、クーピーチャンネルです。いつもはキャンピングカーで車中泊行ってるんですが、今日はこちらの日産キャラバンで車中泊に行ってきます。完全ノーマル車なんですが、マルチベッド仕様として日産が販売している車になります。もうこれこのまま車中泊できそうですよね。これならキャンピングカーよりも価格が安く、走行性能も良く、普段使いもできる、こっちでいいやんって思いますよね。自分もキャンピングカー乗りながらどこかで思っていました。今日はその疑問を身をもって体感し、キャンピングカーとの違いで感じた部分をお伝えします。この動画はメーカーさんからご依頼していただいた話ですが、マイナスプロモーションになってしまうかもしれません。ですがクーピーチャンネルを見て依頼していただいたので、いつも通り感じたかとそのまま動画にしたいと思います。気になるのが走行性能、キャンピングカーと比べて乗り心地、パワーどのぐらい違うのか体感します。車内での快適性、キャンピングカーに比べると劣るとは思うんですが、かなり広いので快適そうです。実際はどうなんでしょうか。今回は一人で車中泊ですが、家族使いも想定して使用してみます。スペック、価格などはこちらに掲載しておきます。今回お借りした車は4駆のディーゼル車です。去年マイナーチェンジされ7速オートマになりパワーアップしました。今回の旅はいつもキャンピングカーで車中泊に行くコースにあえて行って違いを確かめます。温泉付きの車中泊スポットに行って、お風呂上がり車内でビールを飲みながら料理します。途中ショッピングモールなどで買い物し、普段使いを想定した使い勝手も体感します。それでは安全運転で行ってきます。街中を15分ぐらい走行して感じたことなんですけど、まずこれ座席が高いんで視界がすごいいいです。で、このルームミラーがインテリジェントルームミラーといってデジタルミラーになります。これ昼間なんですけど視界もくっきりで見やすいです。この車ディーゼルエンジンなんですが、全然振動しません。びっくりしました。こちら去年マイナーチェンジでエンジンが変わったそうです。なんか普通のガソリンエンジンのような振動のない乗用車といった乗り心地です。道幅もかなり狭いんですけど、このキャラバンそんなに車幅ないので、特に運転しにくいとかもなく快適に走れてます。7速 AT なのでこまめにシフトチェンジしてくれるので、シフトショックもあまり感じられず、キャンピングカー乗ってる身からしたらもう乗り心地は高級車です。街乗りでの走り出しなんですけど、何回も信号のストップ&ゴーを体感しました。もうスーッて走ってくれます。アクセルほとんど踏まずに他の車の流れや制限速度に達します。エンジンがディーゼルターボ、最大出力132馬力、最大トルク370ニュートンということで、もう申し分ありません。はい、右の緩やかなコーナリング体感してみます。全然ロールないですね。車高もそんなに高くないので車が傾くことなく普通車のように曲がってくれました。この辺はもうキャンピングカーとは雲泥の差があります。はい、ショッピングモール到着しました。せっかくなんでこれ立体駐車場入ってみます。高さ制限 2.25 メーター、この車は2メーターです。なんか当たりそう。でも行けました。なんか当たりそう。でも行けるんですね。これね、座席が高いんで、天井と近いんですね。なんでもう天井が当たりそうなイメージです。普通の車だったら。これアラウンドビューモニターついてます。なので上から駐車場が見えます。で、あとこれバックしていくと、後方近づいてくると音でも知らせてくれます。無事立体駐車場止められました。すごい止めやすかったです。全長は4695ミリということで、普通の駐車場内に収まります。全幅が1695ミリということで、なんか大きく見えるんですけど、意外と横はこんな感じで左右空いています。全高は1990ミリと2メーターいかないんですね。なのでどこでも止められます。これなら普段使いのスーパーも行けますし、車中泊旅前の買い出しもどこでも気兼ねなく入れます。初めてキャラバンを運転してみたんですけど、このシートめちゃくちゃいいです。ここ出てるんで体をホールドしてくれます。で、なおかつこの腰のところですね、ここも優しく当ててくれます。これなら長時間運転しても疲れにくいと思います。自分も R 社のシート使ってるんですけど、それより好きかもしれません。このインパネ周りもかなりいい感じなんですけど、自分特に気に入ったのがこの
D 型ハンドルですね。これは男心をくすぐります。先ほど走行中に紹介したんですけど、特徴的な安全装置が3つついてます。一つはこのルームミラーですね。インテリジェントルームミラー、そしてアラウンド UA モニターで、もう一つはインテリジェントエマージェンシーブレーキ。これは前方を感知して自動ブレーキかけてくれます。これだったらうっかりミスも防止してくれるんで安心ですね。買い物行ってきます。それでは車載冷蔵庫持ってきましたんで冷やしていきます。今日は10リッターの車載冷蔵庫持ってきました。現在ポータブルバッテリーで動いています。この運転席後ろのドアなんですけど、オートクロージャーがついてますんでゆっくり閉まってくれます。反対側、助手席側はボタン一つで開きます。せっかくなんで車内でお茶します。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。今回ゴミ箱はこのベッドの下一番後ろに置いてます。このベッド下収納かなり広いんで、その他の車中アイテム、クッカーやこの布団など収納しています。冷蔵庫の前にあるこちらがポータブルバッテリーで、容量 2000Wh タイプのやつを持ってきました。現在残量 92% で、今回はこのポータブルバッテリー1台で全て賄います。このポータブルバッテリーと冷蔵庫を置いているスペースはセカンドシートを跳ね上げてできた空間に置いています。このキャラバン便利なのはセカンドシートが半分だけ展開できます。展開もこんな感じで一瞬でできます。3人家族とかでしたらもう後部座席1人だけなんで、この状態でも走行できます。折りたたむ時はこちらを倒して、でこの赤い紐、これを引いて上に上げると収納できます。今回は1人車中泊でかなりスペースに余裕がありますので、このスペースは入り口として使います。助手席の背もたれから一番後ろまでの長さは 3050mm と、このクラスではトップの長さになります。高さは 1325mm、 横幅は 1520mm。 車中泊時大事なのがこのセカンドシートを倒したこの後ろから一番後ろまでの長さです。その長さは 2375mm あります。そしてベッドだけの長さが 1760mm です。なので2つ常設ベッドとして使えて、なおかつこのスペース空くんですね。今回は冷蔵庫とポータブルバッテリーを置いたんですけど、もっと小型なものにしてこのソファー下に収納できればこのスペース空きますんで、緊急用のトイレを置いたり自転車を置いたりすることも可能です。今から行く車中泊スポットなんですけど、ここ奈良県で隣の三重県伊賀市に温泉併設の車中泊スポットがあります。一山越えないといけません。関西のバイパス道路で一番勾配のきつい名阪国道を通ります。キャンピングカーでは全然速度が出なくて、しかもそこカーブの R がきついのでコーナリング時すごいロールします。このキャラバンは速度が速い時どのぐらいロールするんでしょうか。キャラバンのパワーを体感します。はい、それではバイパス道路合流します。ここ料金所があるみたいなんで、せっかくなんで加速タイムを測ってみます。20キロから行きます。せーの、はい。はい。かなり速かったですね。アクセル踏み込んでから一旦遅れたりするんですけど、このキャラバンはかなりレスポンス良かったです。さすがディーゼルターボですね。これならどこでも合流問題ないと思います。はい、途半車線に入りました。現在60キロで走行していて、速度が少し落ちたんでアクセルをほんの少しだけ踏み出すとすぐに60キロに戻りました。この辺が名阪国道で一番上りきついところなんですけど、問題なく上ってくれてます。このきつい状態で再加速できるか、アクセル踏み込んでみます。おお、全然加速します。もう余裕のパワーですね。はい、きつい上りに加えて
きついコーナーがずっと続いてます。ただこのキャラバン全然ロールしませんね。普通車のように曲がってくれます。しかしキャンピングカーとこんなにも違うんですね。すっかり日が暮れてしまいました。温泉併設のホテルの敷地内にある悠々パークです。1泊2日で1500円です。車中泊専用の駐車場は1台、2台、3台止められます。で、今日は誰もいません。トイレは駐車場のすぐ横にあります。結構明るくて24時間空いているんで安心です。このホテルの横に温泉ありますんで、車中泊のセッティング終わったら一っ風呂浴びてきます。まずは車内の照明をセッティングします。といってももうこのポータブルバッテリーに照明つないでます。はい、つきました。荷室にあるサイドマルチパイプラック、そしてこのツインアタッチメント、こちらに照明つけました。こちらは家で使っている LED 照明です。こんな感じで結束バンドでくくりつけてるだけです。この前の方はクリップをここに挟んで、これ天井がこの布みたいな感じなんで、このマジックテープですね、これを後ろにつけてこんな感じで貼り付けてます。なのですぐに取れます。あとはこのベアボーンズの LED ランタンをこちらも結束バンドで取り付けました。このパイプかなり使えますよね。照明もいけるし、自分だったらこんな感じでカメラとかもクリップに挟んでセッティングすることができます。この真ん中2つのやつは下に下がるんで、吊り竿とかも固定できるようです。あとは目隠しのシェードを全面つけていきます。完成しました。枚数が多かったんで時間かかっちゃいましたが、これで外からは一切見えないプライベート空間が完成しました。すごいいい感じですね。靴なんですけど、今回靴入れるボックスみたいなの持ってきてないんで、このキャラバンの入り口のステップに置きました。ちょうど大人の靴1足ずつ合計2足置くことができます。そしてこの売りのマルチベッドなんですけど、かなり作りしっかりしています。で、メーカーさんが作ってますんで、車検ももちろんこのまま通ります。レイアウトは3パターンあります。まずはこちら対面型ですね。大人2人が向き合って座れます。で、もう一つがこのセンターにマットを敷き詰めて大座敷モードですね。で、この下のテーブルは簡単に外れますんでフルフラットにできます。このテーブルを外してでポールを回して取ります。これで長さ 1760mm、 横幅 1510mm のフルフラットが完成します。今自分2歳の娘いるんですけど、このサイズだったら夫婦2人と子供1人大丈夫だと思います。もう一パターンなんですけど、ソロだったらかなり使い勝手良さそうです。このベッド張り上げできます。この足はここを押すと簡単に折りたためます。で、ここで止めるとこのまま立てかけておくことができます。こんな感じで、こっち側は常設ベッド兼ソファーにして、でこれテーブル、ここで食事やパソコンをします。でこっち側に荷物たくさん置ける一人用のレイアウトも最高ですよね。ただちょっと気になるのがこのベッドなんですけど、一番広いところで 580mm しかありません。なので大人の男性だったらちょっと狭いかもしれないですね。今日はこの家族でも使える一番広いモードで車着します。今回車着のアイテム全部積んでみて思ったのが、このベッドの高さ350mm あります。35センチあるんでかなり収納力ありました。で、開いた高いボックスも入ります。で、反対側布団も余裕で入りました。このフルフラットモードにすると、この下ここも収納で使えますんで、かなり広大な収納スペースになります。これだったら家族の車中泊も可能ですね。もう冷蔵庫でビール冷やしてるんで飲みたいんですが、ここはぐっと我慢して先に温泉入って、その後この空間で楽しみたいと思います。ここですね、天然温泉芭蕉の湯。それでは入っていきます。
それではいただきます。ビールもかなり進んできました。すごい居心地いいです。そろそろ車中飯作りたいんですけど、しばらく過ごしてみて気づいたことがありました。ここのテーブル高さ変えれます。こんな感じで上げていくことも可能です。結構高くなるんで、いろんな身長の方に合うと思います。そしてこの西図になんとボディにもうすでに穴が開いています。ここのカバー外すと、ここに M6 サイズのボルト用の穴が開いています。上と下あらゆるところに32箇所穴が開いてますんで、これ DIY するとき便利ですね。自分でボディに穴開けちゃうと、やっぱりこれリセールバリにも影響してきますんで、これは車中泊や趣味の車として使う方は本当に嬉しいですね。今日スーパーでこのすごい大きなサーモンを売っていたんで、今からこのサーモンのレアステーキを作っておつまみとしていただきます。今日はキャンピングカーではないので、この電気の DC フライパンで調理していきます。こちらポータブルバッテリーの DC ソケットに挿すと使えます。でこれ蓋もできますんで、車内匂いも出にくいと思います。一応ここ窓開くんで換気しておきます。はい、ちょっと油が多くて身が柔らかくてだいぶほぐれてしまいました。あんまり見栄えは良くないですけど、レアサーモンのステーキできました。わさび醤油でいただきたいんですけど、小さいお皿なんでこのコップカットして小さくします。最後これネギかけていただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。やっぱり洗い物なかったら一瞬で片付け済みますね。それではベッド展開してゆっくりくつろぎます。その前に歯磨きだけ先済ましておきます。で、この車キッチンがないので、水を固める凝固剤を使って歯磨きしていきます。こちら自分がよく愛用している Amazon で売っているトイレ用の凝固剤です。でこんな感じで1個ずつ包装されています。そして防臭袋、こちら匂い全く通しません。そして水も通しません。こちらをキッチンとかでよくあるゴミ受けっていうんですかね、こちらに設置していきます。こちらに歯磨きでゆすいだお水を入れて固まりますので、家で帰って一般ゴミで捨てます。それではベッド展開していきます。このソファーの下に今回布団を持ってきました。この中に下に敷く布団と上にかける布団2つ入っています。こんなに入ってるんですけど、ベッド下に収まりました。テーブルを外していきます。あとはこのマットをこの間にはめるだけです。
いや、これは広いな。布団持ってきて正解です。なんかこのベッドはシラフより布団が似合いますね。やっぱり布団で寝ると車の中でも熟睡できます。いや、これは一人で使うにはめちゃくちゃ広いですね。天井の圧迫感も全然ありません。装備としてはトイレ、キッチンなどキャンピングカーには及びませんが、このシンプルさ、メンテナンスもしやすそうなんで、週末先の車食や日常使いでは重宝しそうです。このノーマルのままで照明作るだけでここまでできるのはすごいですよね。現在の中の気温が 19.8 度、約20度ですね。で、外気温は今日結構寒くて9度です。外気温と温度差10度ぐらいありますんで、意外と断熱性あるかもしれません。やっぱり全面シェードしてるんで冷気が入りにくくなってますね。朝方は車内結構冷えそうですね。また明日の朝、その辺も含めて体感してみます。おはようございます。いや、めちゃくちゃ暑いです。現在の車内の温度が 23.8 度、外気温は 27.1 度まで上がってきました。この床はそこまで暑くなくて23度4度ぐらいなんですけど、この上がすごい暑くなってますね。太陽の直射日光が窓に当たってここすごい暑くなってます。反対側影になっているところはそんなに暑くないです。ちなみに一番下がった温度は車内が 12.8 度、外が 6.1 度。意外と断熱性能ありますね。中の方が温度6度近く高かったようです。外気温と同じぐらいまで車内も下がるんかなと思ったんですけど、やっぱり全部の窓にこのシェードしたから効果あったんですね。汗ばんできましたんで、この小窓を開けます。涼しい風が入ってきました。エンジンつけないで窓を開けれるところがここだけなんで、やっぱり車内のこの中の熱は全部入れ替えることはできません。この窓に換気扇とかつければかなり空気は入ってきそうです。この後ろが森だったんで、今回はこちらのドアを開けて空気入れ替えます。そしてなんとですね、これ気づいたんですけど、こっから後ろのドア開けれます。うわ、涼しい。一気に空気入れ替えました。朝起きてこの光景はやばいですね。まるでキャンプに来たようです。ここから入った空気が向こうに流れて、もう一瞬で車内の温度が下がりました。今は10月なんでもう虫がほとんどいないんですけど、夏場だったらもうこれ絶対網戸必須ですね。このマルチベッドの寝心地なんですけど、実際に一晩寝てみて問題ありませんでした。今回はこういった薄い生地を下に敷いて寝ていたんですけど、少し固めかなというのはあるんですけど、このぐらいだったら問題ないかなと思います。柔らかめが好きな方はもう少し分厚い敷布団を引けば問題ないと思います。それではベッドモードからソファーモードに戻していきます。いただきます。朝食食べたいんですけど、昨日の夜はもう本当に簡単な料理でした。で、今回の朝ごはんなんですけど、このキッチンのない車内で本格的な朝食作れるか試してみます。
基地のない車内でも意外と豪華なご飯ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。はい、お皿も全然汚れてないですね。この長い間車中泊してきて、この基地のないキャンピングカーではこのサランラップとクッキングシート、この二重が一番いいです。このサランラップは水分通さないんですけど破れやすいんですよね。でクッキングシートは水分多少通すんですけど破れにくいです。でこの2つの性質を組み合わせば全然お皿が汚れません。しかも紙とこのサランラップなんでもう全然ゴミになりません。あとフライパンと炊飯器も汚れはついてないんですけど水蒸気ついてますんで、ウェットティッシュできれいにしていきます。はい、1泊2日の車中泊でポータブルバッテリー残量 92% から 66% に減りました。車中飯2回分、そして冷蔵庫、あとは照明結構たくさんつけていたんですけど、やっぱり LED 照明なんでそこまで電気を消費しなかったかなと思います。今回持ってきたポータブルバッテリーの容量は 2000Wh なんで、 1000Wh ぐらいの容量があれば1泊2日オール電化の車中泊は問題ないかなと思います。実際に泊まってみるとかなり広くて、このベッドプラスこのスペースあるの大きいですね。キャンピングカーではなくてキャラバンもありですね。ただ気になる点もありましたんで、奈良に戻ってからまとめてお伝えします。今からまた名阪国道走行するんですけど、これ走ったことある方ならわかると思うんですが、合流車線がめちゃくちゃ短いんですね。なのに交通の流れが速いのでかなり加速しないといけません。このキャラバンでスムーズに合流できるか確かめます。そしてこれキャラバンオートマなんですけど、マニュアルモードもあります。かなり急な下り坂になりますんで、ブレーキ制だとこのマニュアルモードでエンジンブレーキを使いながら下られるかも試してみたいと思います。はい、今かなり急な下り坂を走行しています。制限速度の60キロです。でブレーキなんですけど、やっぱりよく効きますね。で現在マニュアルモードを試してるんですけど、このマニュアルモードがあればほとんどブレーキ踏まなくてもエンジンブレーキで速度を一定に保ってくれます。長い下りがあるときはこのマニュアルモードが本当に重宝します。ほとんどブレーキを踏まなくても速度調整が可能です。車によってはシュートチェンジのレバーが硬かったりするんですけど、これは本当に軽い力で簡単にシュートチェンジできます。これだったら頻繁にマニュアルモードを使いたくなると思います。帰ってきました。キャラバンで初めて車中泊旅に行ってみて欲しくなりました。この車なら今ここ奈良県から本州最北端青森県まで行けと言われても行けそうです。キャンピングカーとは違って制約あるんですが、この車で寝ている車中泊感や秘密基地感が強いんですよね。それでは実際の車中泊旅で感じたキャンピングカーと比べてのメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからいきます。1つ目、アダプティブクルーズコントロールついてそうですがついていません。これだけ質が高いのに意外ですよね。追従型 ACC があればアクセル操作なしで前の車についていってくれます。運転が劇的に楽になります。社外品の ACC はあるんですけど追従型はありません。そしてやっぱりメーカー純正がいいですよね。次のマイナーチェンジに期待したいです。このボディ断熱はデメリットに入るのは分かっていたんですが、もうさすがに10月後半なんでずっと涼しく過ごせると思っていましたが、日中は締め切りと暑かったです。夏の車中泊は苦労すると思います。標高高いところに行くか北海道に行くしかないですね。この辺はキャンピングカー、特にキャブコンはボディ全部に断熱材が入っているので強いですね。キャラバンの場合は社外品になりますが 12V クーラーやスポットクーラーが欲しくなります。このシェードですよね。これ一番めんどくさい作業なんですが、窓が多いので結構時間かかりました。このバックドアのここをもうつけといて、この後ろ2つもつけとけば少し手間が減りそうです。そして景色のいいとこだけシェードを後ろ外すという感じがいいかもしれません。天井に頭がつきます。自分身長170センチなんですけど、ピンと背筋を伸ばすとつきます。
これ画面では分かりにくいんですけど、この端の方が少し下がっています。こうやって後ろに少しもたれかけたらいけます。このベッドの高さが35センチなんで、もう少し下げれたらいいんですけど、ただ下げてしまうと次は収納力が減ってしまうんで悩ましいところです。これはもう人の座高によって変わるポイントなんですけど、頭つくと結構ストレスだと思いますんで、気になる方は実際に座ってみた方がいいと思います。この2室の窓開けれるところがこの1つしかありません。ここは開けやすくてかなり重宝したんですけど、ここだけだと空気の入れ替えができないんですね。運転席と助手席の窓を開けることになると思うんですけど、空気の流れがここしかありません。バックドアを少し開ければ車内の空気は入れ替わりますが、防犯面が心配です。有料の車着スポットならまだ多少安心ですね。今回このバックドアお昼開けていたんですけど、やはり虫が入ってきました。もう少なくなっていけるかなと思ったんですけど、入ってきました。やっぱりバックドアにも網戸欲しいですね。オプションや社外品でネットや網戸などあると思うんですが、各窓にシェードをした後プラス防虫対策になりますので、車中セッティングに時間がかかると思います。この辺はキャンピングカーと比べるとどうしてもデメリットになってしまいます。次は良かったところなんですけど、走行性能はキャンピングカーと比べると雲泥の差があります。こちらは乗る前から分かっていたことなんですが、やはり全然違いますね。坂道を登るパワー、コーナーリング時のロール、傾きですね。そして乗り心地全てにおいて段違いです。パワーに関してはキャンピングカーだと1000万超えクラスのパワー性能と同等かそれ以上あります。乗り心地も乗用車と同じで衝撃少なく乗っていて疲れにくいです。後ろに乗っている人はすぐに眠れると思います。そしてインパネの質感、キャンピングカーには絶対ありません。もう走りの部分に関してはかなりのアドバンテージがありますね。エンジンをつけている時に利用できるこのリアクーラーなんですが、これがかなり強力でした。ここのつまみで風量を調整できます。このリアクーラー、なんとこのマルチベッド一番後ろまで冷風が届きます。こういった普通の車ではリアクーラーが当たり前ですが、最近のキャンピングカーはほとんどついていません。車中時は使えないんですけど、その車中スポットに行くまでにクーラー例えばガンガンに効かしといて、冷えた状態ですぐ休憩できるのは嬉しいポイントです。このマルチベッドはかなり使えました。こうやって座ってる時足も下ろせるし、マットを詰めればお座敷モードにもなります。こんな感じでずっとあぐら組んでいたらやっぱりしんどくなってくるんで、たまになんかこうやって足を下ろしたくなるんですよね。でこれが自由にできるのはこの車中泊では足への負担とストレスがなくなるので、すごい便利でした。家族使いではこうやって対面でテーブルを囲んでお茶もできるし、フルフラットにすれば3人でも寝れます。本当に名前の通りマルチに活躍できます。一つ惜しい点なんですけど、これ幅が一番広いところで 580mm なんで、1人寝るの結構ギリギリなんですよね。で例えばこのマットここにはめてあげたら、この分使えればかなり広く使えます。でもこのマットは両方ベッドを出しないと置けません。でもここの下になんか DIY で棒かなんかつければ、こっちのベッドがなくてもこのマットを置けそうです。もしそれができればこっち側常設ベッドにして、でこっち側向いてテーブル置いて過ごせれば収納も多くなるし、一人使いでは最高な空間になると思います。これが純正オプションってすごいですね。ちょっと前じゃ考えられません。やっぱり車着人口増えてるんですかね。純正オプションということは車検の時このままでもいけます。自分で DIY すると車検時毎回外さないといけないんで、その手間もなくなるのは嬉しいですね。次良かったのはこの部分ですね。実際車中泊で使ってみると本当にこのスペース使い勝手良かったです。この部分があることによってこっち側はもう常設ベッドとして使えます。こちら側は動けるスペース、そしてこんな感じで物も置けます。車内で過ごす時間長かったんですけど、窮屈な感じは全くありませんでした。こっちだけだとどうしても寝るたび起きるたびに荷物の移動が必要になってきてストレスになると思います。そして車中泊しない時はこうやって一瞬でセカンドシートが出てくるのもポイントが高いですね。今後ろから出してみてこの収納もしてみて分かったことなんですけど、こっち中にいたままセカンドシートの収納展開ができます。いちいち外出なくていいのは雨の日や夜などは助かりますね。ここ穴開いてるの本当嬉しいですよね。この穴があるだけでいろんな DIY が可能になります。このリアのサイドの窓はデッドスペースになりますんで、もう有効ボード全面につけて自分だったら車中飯のクッカーなどを見せる収納として設置します。多分もうそれだけで自分の車に愛着湧くし、乗るだけで気分が上がると思います。やっぱりボディに穴開け加工するとどうしてもリセールバリューが落ちます。今売る予定なくても値段落ちるのはなんか嫌ですよね。
乗る前から分かっていたことですが、やはりこれはキャンピングカーと比較する上で外せないことです。価格が安く、納期が早く、どこでもメンテが可能。自分初めてのキャンピングカーは他府県の東京で購入しました。これがかなり厄介でした。キャンピングカーは基本購入したお店でしかメンテしてくれない場合が多いです。車検も普通の車屋さんではやってくれません。どこでもメンテしてくれるわけではないんですね。関西でメンテしてくれるところ探すのに苦労しました。キャンピングカーで特殊な世界なんです。これは購入するまで知りませんでした。その点キャラバンは日産なので日本どこでもあります。これはかなり大きいメリットだと思います。そして納期も早い。キャンピングカーだと1年は当たり前、長いと3年納期もあります。1年後3年後どうなってるかわからないですよね。キャラバンは価格も安いのが大きなメリットです。雪が降らない地域なら肉でいいので300万円台前半から買えます。キャンピングカーなら軽キャンピングカーでも買えません。今回の旅で実際に感じたことをお伝えしました。自分なら普段使いと週末は車中泊や家族で日帰り旅に行き、バックドアを開けて海見ながらご飯食べたり昼寝したりしたいです。自分が初めて購入したキャンピングカーは軽キャンピングカーだったんですが、キャラバンのこの性能を知っていたらこっち買っていたかもしれません。皆さんは初めて車中泊する車としてキャンピングカーとキャラバンどっちがいいと思いましたか？ぜひ意見聞かせてください。それではご視聴ありがとうございました。